皆さんこんにちは、さくらです。今回は私が使ってみていいと感じた育児グッズをご紹介していこうと思います。以前コメントで下でムームー言っている。こっちおいで。よいしょ。以前コメントで育児グッズをご紹介してくださいというお声をいただいて、こんな新米ママのレビューでいいのとは思ったんですが、使ってみていいなと感じたものがいくつかあるので、そちらをシェアしていこうと思っています。私が使ってみていいなと感じたのは、1、アンジェレッテの抱っこ紐、2、思い出箱、3、ベネッセ、4、赤ちゃんサロペット、5、絵本ラックです。一つずつ紹介していこうと思います。よいしょ。一つ目がこちらのアンジェレッテという日本のブランドの抱っこ紐です。大きな特徴が抱っこ紐の装着と赤ちゃんの抱っこを分けて行える抱っこ紐というところです。付け方が、先にこの抱っこ紐だけ単体で装着をして、で腰ベルトをつけて、で長さ調節を自由にした後にこちらの金具をペローンと外して、ここに抱っこすることができます。抱っこしてみようか。よいしょ。今ご飯を食べ終わって元気いっぱいな息子抱っこしてみようと思います。こんな感じで、ここにヒップシートが入っていて、ここに赤ちゃんを乗せて、このカバーをペロンで、この金具を1、2、3、4つパチンパチンとつけて抱っこすることができます。多くの抱っこ紐は先に腰ベルトをパチンと締めてから赤ちゃんを抱っこして抱っこ紐をかぶせて装着するという形が多いかなとは思うんですが、こちらは先に抱っこ紐だけをつけてからその後に赤ちゃんを抱っこすることができるので、いろんなシーンですごい助けられています。例えばよくやる方法だと、赤ちゃんを連れて電車に乗るときに普段ベビーカーに乗せて電車に入るんですが、もうあらかじめ抱っこ紐をOK、 じゃあ立って撮影しようかなあ、これでいいかな。電車に乗るときにベビーカーに乗せて電車に乗るんですが、もう先にこの抱っこ紐を装着しておいて電車に乗れば、少しぐずったり泣き出した時にさっと抱っこしてすぐにパチンパチンと止めて抱っこすることができるので、最初電車に乗り始めた頃はもう抱っこ紐は装着して乗っていました。気軽に上げ下ろしが乗せ下ろしができるのでいいなと思って気に入って使っています。抱っこ紐の中で寝ちゃってもこれをそーっとパチンパチンと取って下ろさないよ、下ろさないよ。この状態でベッドにストーンと下ろすことができるので、とても使いやすくていいなと思っています。あ、寝ちゃいな。でこちらの抱っこ紐を夫と兼用で使っているんですが、夫は体がすごく硬いので、この後ろでパチンとバックルを止めるのがすごい辛いみたいなんですけど、でもこれは赤ちゃんを抱っこしてない状態で装着ができるので、思いっきり広げてスポンとかぶった後にこの脇の紐で調整できるので、すごく使いやすいって言っていました。あとはこの肩紐も結構分厚くてしっかりクッションもある素材で、
でなおかつこのヒップシートがあるので重さをすごい分散してくれるそうで、長時間抱っこしても疲れにくいのがとてもいいと思っています。ただデメリットも正直あって、多分そのセパレート構造になっている分、その分他の抱っこ紐と比べて少し重いのかなと思っていて、この抱っこ紐だけで1キロ弱あるんですね。で息子がまだ5、6キロとかの時だったらそこまで気にはならなかったんですが、最近10キロ目前になってきて、この抱っこ紐の1キロでさえちょっと最近惜しいなって思うようになってきたので、そこがデメリットかな。コニーの抱っこ紐とかすごい軽量で薄くてこうピタッとフィットする布みたいな抱っこ紐があって、今それをセカンド抱っこ紐で購入するか悩んではいるんですが、でもこう抱っこする時間もだんだん少なくなってきていて、お出かけする時もベビーカーで普段は過ごしてくれるので、もうそこまで使わないのかなと思うと、もうこの抱っこ紐だけで過ごそうかなとも思っています。考え中です。眠そう。まどろんできたね。あとこれから冬を迎えてコートを羽織るようになると思うんですが、この抱っこ紐だったらコートを着たまま抱っこすることもできるし、下ろすこともできるので、外出先でも使いやすいなと思っています。寝てくれた。で、2つ目がこちらの思い出箱です。こちらは写真や動画を保存するメモリになっています。私写真とか動画がすごい大好きで、毎日写真もいっぱい撮るし、動画も舐め回すように息子をずっと撮っているんですね。でどんどん増えてしまうデータをどうやって管理しようかなと思っていろいろ調べた結果、こちらの思い出箱を使うようになりました。一番のメリットが、パソコンとかにつなげなくてもスマホにアプリをインストールすれば、もうそれだけで写真をどんどん送ることができるんですね。で、私パソコンを開く習慣が全然なくて、今使ってる媒体も iPad で、あまりパソコンに慣れてないんですね。パソコンでUSB とかに保存していくっていう方法もあると思うんですが、なるべくアクションが少ない自分にとってハードルの低い方法で写真を管理したいなと思ってこちらにたどり着きました。この容量が 1TB 入る容量になっていて、他にも2テラ4テラっていろんな大きさの思い出箱があるんですが、一番初めなので私は1テラのものを使っています。今写真のバックアップ方法が見てねっていうアプリも使っているんですね。周りも結構使っている人が多いし、いろんなサイトでおすすめされているのでちゃんとしたアプリではあると思うんですが、やっぱりいつサービスが止まってしまうかわからないのがすごい不安で、こうやって形にも残る方法で保存したいなと思ったので、2つの方法で写真を管理しています。で、私は iPhone で YouTube も撮影するので、容量をなるべく開けておきたいので、1ヶ月に1回ぐらいの頻度で見てねに保存して、思い出箱に保存して iPhone の動画を消すという方法で写真を貯めています。でこれは家の Wi-Fi がつながる場所だったらスマホで写真を見返すことができるんですが、外出時とか家の Wi-Fi がつながっていない時は見てねの写真で見返すことが多いです。ちょっと寝てくれたので座ります。
私今まで Google フォトで写真のバックアップを撮っていたんですが、あれがサービス終了になってしまって保存できなくなってしまったんですね。で、無料で保存することができたのですごく便利で気に入ってたんですけど、やっぱ無料ってそれだけリスクもあるなって感じていて、いつサービスが止まってしまうか、なくなっちゃう、消えちゃうことはないにしろ、いつか使えなくなってしまう時が来る可能性があるので、こうやってしっかり物で残っていると私の気持ちも安心するなっていうのがあって、これはすごいおすすめですね。少し話がそれるんですが、今の時代って本当にいいなと思っていて、ちゃんと画質のいいカメラがいつも手元にあるおかげで、息子の何でもない日常をたくさん写真撮ることができるので、もう本当に恵まれてるなと感じていて、これが一昔前のデジカメとかフィルムカメラとかだと、一回一回カメラを取り出して写真撮って、それを現像してってなると、やっぱ写真って結構ハードル上がっちゃうんだろうなって思うと、今スマホがある時代に子育てできるのってすごくいいなって感じています。思い出箱だったらこんなコンパクトに 1TB も写真とか動画を保存することができるんですが、これが全部紙媒体で保存する方法だと、多分アルバムが何十冊って増えちゃうなって思うと、本当に恵まれてるなって感じます。ただ少し高いんですよね。確か3万円台だったかな。少し初期費用はかかるなとは思うんですが、でもクラウドとかでデータを買うと毎月毎月支払う必要があるので、思い出箱だったら買い切りで何年も使うことができるので、私は買ってよかったなと思っています。そろそろこの保証期間が終わってしまうので、この思い出箱のバックアップの外付けハードディスクも売っているので、それもそろそろ購入しようかなと検討しているところです。将来夫とおじいちゃんおばあちゃんになったら、この思い出箱を開いて何気ない日常とかを見返すのが夢です。次が子供チャレンジです。この子供チャレンジを登録するにあたって、私は結構反対派で、夫が乗り気でこちらを登録したんですね。おもちゃがたくさん増えちゃうのが嫌で、おもちゃとか絵本とか自分で選びたかったし、自分で選んだ方が楽しいし、そのおもちゃの量とかも厳選できるのでいらないんじゃないかなと思ってたんです。で、こういう育児書も今はインスタでも YouTube でも何でも情報を得ることができるから、わざわざ冊子を買わなくても困んないんじゃないかって思ってたんですが、でも結果これ登録してよかったなってすごい感じています。っていうのも、私が子供の頃から子供チャレンジってあって、もう何十年も何十年も専門家が研究をして本にしたりおもちゃにしたりしているから、やっぱりすごい月齢に合ったジャストフィットなおもちゃを毎月届けてくれるんですね。親が選んだ可愛いおもちゃもいっぱいあるんですけど、まだちょっと早かったり、ピコピコ音が鳴るようなおもちゃでも音が出せなくて遊べなかったりっていうことがあったんですが、子供チャレンジのおもちゃは息子もハマるし楽しそうに遊んでるんですね。例えばこの何ヶ月号だったかな、赤ちゃんの目が発達してきて、その色彩を
区別することができる月齢に、こういういろんな色の鳥のガラガラが届いて、振って音を出して遊んでたんですけど、この3つはツルツルのプラスチックの素材になっているんですが、この緑の鳥は柔らかい質感の違うプラスチックでできていて、こういう質感の違いで赤ちゃんが遊べたり、こう透けて遊べるような透明のものも入っているんですね。この月齢ってこう手の発達も進んできて、掴むだけじゃなくてひねる動きもできるようになってくる時期だったみたいで、うちの息子はこのおもちゃを握ってひねりながら玉を目で追っていて遊んでいるのを見て、すごい考えられてるなって感動しました。一個一個のおもちゃにそういろんな仕掛けがあって、息子がハマるおもちゃは子供チャレンジが多かったように感じます。あと一番最初にもらったこのタンタンタンっていう絵本なんですけど、すごい息子がハマっていて、9ヶ月になるんですけど、未だにこの絵本が大好きで、絵本を撮るだけですごい笑顔で高速ハイハイで来てくれたりするほどお気に入りです。もう私も何回も読みすぎてこれ暗唱できるんですけど、抱っこしながらこのタンタンタンを暗唱すると、こう抱っこされてまどろみながら途中でヘヘヘヘって笑ったりするぐらいお気に入りで、赤ちゃんにとってその心地いいリズムの絵本なんだなってすごい実感しました。毎月ごとに色彩と出会うとか、こう立体に出会うとかテーマがしっかりされていて、今の赤ちゃんってこういうのが楽しいんだっていうのを私自身も学ぶことができるので、買ってよかったなってすごい思っています。こういう冊子も確かにインスタで見たような内容ももちろんあるんですけど、この情報で得られたものもたくさんあって、心強いお守りみたいな形でいつも手に届くところに置いて、いつでも眺められるようにしています。あと子供チャレンジに登録すると、子供チャレンジのアプリも登録することができて、音楽を流しながらする遊びだったり、触れ合い遊びとか手遊びの提案がされたり、赤ちゃんアニメみたいなのも配信されているので、目に優しい赤ちゃん動画を見せたいなと思っています。頻繁に外出ができない0歳のうちは、こういうおもちゃとかでお家で遊べることができたので、買ってよかったなと思っています。次におすすめなのがこの赤ちゃんサロペットです。これは楽天で購入しました。あまりにもお気に入りで、色違いで2色持っています。これの何がいいかっていうと、まずその可愛さ、赤ちゃんがサロペットをつけてる姿が本当に可愛くてお気に入りなんですけど、これのすごい良かった点は、まだ息子の月齢が浅い時、うんちをよく漏らしちゃう時があって、その時に肌着の上にこれを着せるとガードが多くなるので、外出する時とかお友達の家に遊びに行く時はこのサロペットを着せています。でもう夏が終わってしまうので、今おすすめしてもっていう感じなんですけど、夏のコーディネートで肌着を着せて夏用の薄いロンパースを着る方法があると思うんですけど、見てこれ、かわいいダサカワペンギンのロンパースなんですけど、でもこれこの夏片手で数えられるぐらいしか着れてなくて、っていうのもやっぱり気温が暑くて2枚重ねて着ると熱がこもっちゃって、あんまり着せる機会がなかったんですね。
普段肌着だけで過ごしていたので、これはお出かけする時にしか着せなかったんですけど、これを着せるよりも肌着にこれを合わせて外出することの方が多かったです。でこれだとお腹とか腰とか冷やしたくない部分はしっかりガードすることができて、足とか肩周りとか腕は一番涼しい状態で過ごすことができたので、夏はこれすごい大活躍でした。お気に入りのコーディネートは西松屋で売ってるこの薄いメッシュの肌着を着せて、このサロペットを着せて、これだけだとちょっと肩周りが裸の大将みたいなんで、こういう360度 OL スタイをつけ襟みたいにつけて、この状態で過ごすコーディネートがすごく好きでした。これから赤ちゃん出産されるご予定のある方で夏の服を用意するのであれば、こういうロンパースとかカバーオールをたくさん買うよりもサロペットを用意した方が着回しもしやすいし、涼しく過ごせるんじゃないかなと思っています。あとちょっとなんかフォーマル感が出てすごく可愛らしく着られるのでおすすめです。息子は結構大きめなので、生後半年の時にこれを買ったんですけど、80センチちょっと大きめを買ったんです。でも2段階に調整ができるので、夏も活躍いっぱいしたし、これから秋を迎える時も長袖の肌着にこれを着せて、あとレッグウォーマーとか靴下を履かせて秋は過ごそうかなと思っています。あと80センチなんで、多分来年の春とかも着られるって思うと結構長く着ることができるので、すごくおすすめです。ベージュのサロペットは1個ボタンをつけて3段階にして使っていました。ただデメリットを言うのであれば、やっぱおむつ替えする時がすごい大変で、ボタンを取って肩紐を外して脱がしてってするので、もしそんなに見た目にこだわらないのであれば、この紐のないただのかぼちゃパンツとかでも十分だったのかなとは思うんですが、でもこれすごい可愛くて気に入ってるので、今後もたくさん活用したいと思います。赤ちゃんの秋服も楽しみ。これも夏物のカバーオールなんですけど、これもあんまり着れなかったな。本当夏は肌着で過ごす日が多かったので、これは全然使ってないや。これも概要欄にリンクを貼っておきます。で、最後が楽天で購入した絵本ラックです。こちらがその絵本ラックです。上段は3段に分けて絵本や育児書を収納しています。また横にフックがついているので、いつも使うマザーズバッグと、反対側には抱っこ紐をいつもかけて収納しています。下の段にはおもちゃを収納するボックスがついています。今2つ取り外してしまっているんですが、このように使っています。最初使うときはこのカゴが取り外しがすごく大変で、ちょっとコツが必要なんですね。差し込んでちょっと向きを変えないと出し入れができないので、斜めになっているものじゃなくて、普通のフラットな棚でそのままスライドしてカゴを出し入れするタイプの方が良かったかなって後悔したんですが、息子がハイハイして自分で移動できるようになった時に、自分でこのようにおもちゃを取り出して遊ぶようになったので、これはこれで良かったなと感じています。おとなしく遊んでるなと思ったら、ここにたくさんお店を開いておもちゃを出して遊んでることが多くて、この斜めになっているおもちゃ箱
絵本ラックを買ってよかったなと感じていますこれは私の腕についている紙ゴム、ヘアゴムをいつもパチンパチン弾いて遊んでいたいので、こっちで遊んでもらえたらいいなと思ってゴムを取り付けました。これで遊んでよ以上が私が使ってみてよかったなと感じた育児グッズ5選でした。少しでも参考になれたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。